はいどうも B 賞です。今日はホットトイズのサマーショーケースフェーズ2で発表された新作ホットトイズのラインナップからアイアンマン M3 のダイキャスト再販モデルについてフィギュアのプレビューと役情報を紹介していきます。サマーショーケースで発表されたフィギュアについては過去動画の中でもそれぞれ紹介しているのでよければそちらもご覧ください。普段このチャンネルではホットトイズのレビューやカスタム動画を投稿しているのでホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。いつも動画を見てくれている方たちのおかげで、先日このチャンネルの登録者数が1000人突破しました。本当にありがとうございます。今後もいろいろな動画作り頑張っていこうと思うので引き続きよろしくお願いします。はい、ということで、まずはアイアンマンについて紹介する前に、前回動画で紹介したノーウェイホームシリーズの新作ホットトイズトビー・マグワイア版スパイダーマンについて国内トイサピエンスでも予約が開始されたので、軽く価格とか紹介していこうと思います。トイサピエンスでは通常版デラックス版がそれぞれ発売されて、予想通りデラックス版にはボーナスアクセサリーが付属するようです。通常版のトビー・スパイディについては単体では予約価格45,000円、発売後の通常価格では45,000円となっていて、デラックス版の価格はどちらの価格でも65,000円となっていて、発売時期は2024年の1月頃となっていました。値段についてはトイサピエンスでもせめて6万円くらいかなと思っていたので、ちょっとねこの値段改めて見るとかなり高くてびっくりしましたね。僕の場合トイサピエンスで買うということにこだわりは全くないので、育ちトイズ次第ではあるんですけど、コミックサンクトラムが今のところ買うにしたら第一候補かなと思ってます。で、国内のトイサピエンスとコミックサンクトラムでフィギュアの価格自体を比較すると、約13,000円の差があるんですよね。そこにコミックサンクトラムでは東アジアへの送料が$50別途かかるんですけど、それを足してもトイサピエンスよりは7,000円から8,000円ほど安く済みそうな計算になります。僕もまだ予約しかしたことなくて明確にお勧めすることはできないんですけど、気になる方はねチャレンジしてみてもいいかもしれないですね。僕は以前アメスパとプレミアトイズのリザードをコミックサンクトラムで予約していて、10月頃にはまず第一弾としてリザードが届く予定なので、それが届いたらちょっとサイトを利用してみた感想とかも改めて紹介しようと思うので、気になる方はねその動画も楽しみにしておいてくれると嬉しいです。ということで、マーク3の詳細を見ていきましょう。このフィギュアについてはアイアンマンファンからしたらね本当にたまらないフィギュアになるんじゃないかなと思いますね。かなり昔に発売されたマーク3と比較して進化したポイントとしては、まずダイキャスト製になったこと、全体的なサイズアップ、バトルダメージパーツや武器といった様々な交換パーツが付属していること、さらにはねかなりクオリティの高い新規造形のヘッドが付属するというね、ざっと見ても完璧と言っても過言ではないくらい素晴らしいフィギュアになっていると思います。ちなみに情報が発表された時にツイッターでいろいろと意見見ていたんですけど、そこで多かったのが、今回ディアゴスティーニからもアイアンマンのマーク3が出ていたんですけど、それと比較している声がかなり多かったですね。ディアゴスティーニのキット自体がかなりひどかったらしくて、ホットトイズが結局出るんであればディアゴスティーニなんて買わずにホットトイズ買ってればよかったというような声とか、結構ねネガティブな意見が多くて、見てる側としてはねちょっと面白かったです。そして発売は今回一応通常版のみの発売となるようなんですけど、トイサピエンスのように一部店舗で購入するとスペシャルエディションのボーナスアクセサリーとして破壊されて潰されたアイアンマンのヘルメットが一つ付属するようです。個人的にはこの付属品についてはあまり使い道がなさそうなので、特に興味はないですしいらないかなというふうに思ってますね。で台座については地面から這い上がるようなアイアンモンガーが造形されたジオラマ風の台座となっているんですけど、通常版デラックス版で共通な点はねかなりいいポイントなのかなとも感じました。はい、それでは、ざっとここまで話してきたんですけど、ここからはフィギュアについて詳しく見ていこうと思います。まずは素顔ヘッドから見ていきましょう。最近だとマーク85のバトルダメージ版ヘッドも本当に素晴らしかったと思うんですけど、このヘッドもそれに並ぶかそれ以上のクオリティになっていると思います。アイアンマン1作目当時のロバート・ダウニー・ジュニアの顔はねよく再現されていて、インフィニティ・ウォー以前のヘッドとしては一番いい表情なんじゃないかなとも思いますね。髪型も当時の髪型を再現したように少し遊んでる感じがよく再現されていますし、額のダメージペイントもかなりよく再現されていると思います。植毛ではなくてペイントとなると思うんですけど、よく見てみるとおでこの右上の部分に乱れた髪の毛が細かく描かれていたりとか、そういった細かいこだわりを感じることができて、どんどんね進化しているなと思いましたね。ただ目線については少し斜めを向くような姿勢になっています。これについてはいつも言うように、どうにかして眼球可動をね搭載してほしいですね。本当にマーベル作品にだけつかない理由がわからないので、今後眼球可動ギミックを搭載するとかそういった製品のアップデートくればさらに喜ぶファンも多いのではないかなと感じました。そして交換パーツもね今回かなりの量付属するので、プレイバリューも豊富で本当にたまらないフィギュアになっていますね。
特に腕や僧帽筋周りのミサイルポットは交換パーツになっているので、それぞれ付け替えたりして楽しむことも可能です。このメカメカしいパーツとかね、本当に造形かっこいいですよね。他にもボディ背面のエアフラップだったり、脚部のエアブレーキは開閉ができるギミックがあったりとか、全部モリモリでパーツを付けた上で稼働するポイントを全て開けて飾っても素晴らしいディスプレイになるのかなと思うので、本当に遊びがいのあるフィギュアになっているかなと思います。そしてマスク、胸と肩のアーマーはそれぞれバトルダメージパーツに交換できるので、綺麗な見た目と戦闘の激しさを表した様子をそれぞれ再現することも可能です。マスクや肩のダメージはドライブラシで軽く擦れたような様子を再現していて、胸のアーマーについては攻撃によってへこんだり一部割れているような見た目が再現されていますし、色もすすで黒ずんでいたりだとか、塗装が剥げて銀色の下地が見えてしまっている様子も劇中のスーツを忠実に再現していてリアルな仕上がりになっていると思いました。で、大きさ自体はこのフィギュア33センチということで、他のアイアンマンと同じような大きさになっているんですが、過去作のマーク3と比較すると、かなり大きくなっていることが分かりますね。こう見てもね、だいぶ見た目とかも違いますね。で、大きさについてちょっと1個僕が感じたことがあって、このフィギュア6分の1のスケールなんですけど、イメージ的にというか、なぜか4分の1に見えてしまうんですよね。そのくらい写真越しでも存在感があるというか、大きく見えるような体をしているので、実物同士を比較した写真とかもね、早く見てみたいなというような気がしました。そして他にもギミックとしてアークリアクターや稼働ポイントのいくつかには LED ライトの発光ギミックも内蔵されているので、光らせてディスプレイすることも可能です。写真だと加工されていてわからないんですけど、マスクの目の部分についてはぜひ LED ライトを両目の2箇所に配置してほしいですね。マーク85のように真ん中に1個ライトがあるだけだとより目のような見た目になってしまうのが本当に残念だったので、そこは LED をしっかり2つ使ってもらって、リアリティさを追求してほしいかなと思いました。それでは続いて発売時期と価格についてです。今回はトイサピエンスの情報を紹介します。調べていた時点ではコミックサンクトラムでも予約が開始されていたんですけど、収録時にページがなくなっていたので、今後また公開されるとは思うんですけど、公開されればスタチトイズの情報とも合わせてコメント欄などに記載しておきます。トイサピエンスではボーナスアクセサリー付きで予約価格、通常価格ともに6万8000円となっていて、発売時期は2023年の12月頃となっていました。ということでこのフィギュアについては値段見た時点で諦めましたね。さすがにちょっとこの値段はね、笑えないというか、本当に高すぎるなというような感じがしますね。値上がり自体はね、世界の情勢見ていても仕方ないかなとも思うんですけど、ちょっとここまで上がってしまうと本当にきついですね。いくらクオリティが上がっていて見た目も素晴らしいとしても、一般人からするとね、ちょっと手が出せないかなと思うような値段となっているので、これを買うのであればスタッチトイズでマーク4の4分の1スケール買おうかなとも思いますね。ツイッターではね、すでにトイサピエンス予約している方も何人か見かけたんですけど、本当にすごいなと思いながら見てましたね。そういう方たちって本当に全部のフィギュアを買ってるイメージなので、どっからにそんなお金出てくるんだろうと思うようなね、本当にリッチだなと思いながら見てました。買うにしてもスタッチトイズとかもっと安く買えるところで僕は買うかなと思います。なので買う買わないについては先ほども言った通り値段的にもね、買うつもりはないです。あとマーク3もね、今回もちろんかっこいいですし、素顔ヘッドとか本当に素晴らしいとは思うんですけど、個人的にこのパワードスーツの中で一番好きなのはマーク6なので、それが出るまでは値段的にもほぼ迷うことなく予約はしないかなと思ってます。余裕がある方とか、アイアンマンファンの方で悩んでいる方はね、ぜひ予約購入してみてはいかがでしょうか。ということで今日はホットトイズのサマーショーケースフェーズ2で発表された新作ホットトイズダイキャスト製アイアンマンのマーク3についてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介しました。国内でもまだ全てのサイトで予約開始されているわけではないですが、概要欄に各サイトの予約リンクも掲載しているので、気になっている方はね、ぜひそちらからさらなる詳細のチェックや予約してみてください。値段が高いというようなことは置いておいて、とりあえずクオリティは申し分ないくらい素晴らしいので、発売が本当に楽しみなことには変わりないですね。僕が実物を手に取って見れるかはちょっとわからないんですけど、1年半後発売された後にフォロワーさんたちのね、写真とかで見るのを楽しみにしようと思います。あと今後のアイアンマンに関しては映画に登場するとか MCU にロバート・ダウニー・ジュニアも含めて帰ってくるとかはね、残念ながら考えにくいとは思うんですけど、こうやってリメイク版としてアップデートされ続けていくのかなと思うとね、本当に楽しみでもありますね。フェーズ4以降新ヒーローがたくさん登場してるんですけど、それらのキャラクターより優先的に今も開発が進んでいるというようなこと
は改めてすごいなというふうに思った反面、他の新規キャラクターについてもどんどん発表してほしいなと思いました。特にドラマホークアイのクリントだったり、エターナルズシリーズのキャラクター、あとはねノーウェイホームのバトルダメージ版グリーンゴブリンなど、ファンが結構望んでるけど公式的にはまだ発表がないフィギュアについては引き続き発売を期待していきたいと思います。今回のサマーショーケースのフェーズ2で発表された他のフィギュアについても今後の動画で紹介していくので、そちらの情報なども参考にしてもらえればと思います。ということで、この動画参考になったりいいなというふうに思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また概要欄の下の方に僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。